若年層を中心に、インターネット上の真偽不明な情報を信じる人が増えて、接種率が伸び悩んでいます。効果がない、不妊になるといった新型コロナウイルスのワクチンをめぐるデマが世界で深刻な問題となっていて、接種率の低下が感染拡大につながっていると指摘されている状況です。多くは SNS 経由で拡散しているとされ、IT 大手には実効性のある対策が求められます。7月初旬時点のワクチン関連の1日あたり投稿数は4月初旬と比べ約8倍に増え、デマも目立つようになったといいます。SNS に接する機会が多い若年層の接種率向上のため、偽情報の拡散抑止は喫緊の課題なのです。デマ1、ワクチンで不妊。多く出回っているのが、ワクチンを接種すると不妊になるといった誤った情報です。ワクチンで作られた抗体が胎盤に悪影響を与えるとするものですが、新型コロナのワクチンに詳しい専門家は、抗体は胎盤に関わるタンパク質を攻撃しないことが分かっていて、誤った情報だとしています。また、ワクチンについて担当している河野規制改革担当大臣も、今回のワクチンで不妊が起きるという科学的根拠は全くないと強調しています。デマに、ワクチンで流産。妊娠中にワクチンを打つと流産するといった誤った情報も出ています。これについて、厚生労働省は、新型コロナのワクチンに関する情報をまとめたウェブサイトで、接種を受けた方に流産は増えていませんと示しています。アメリカの CDC 疾病対策センターのグループの研究結果では、ワクチン接種を受けた3万5千人余りの妊婦について、流産や死産になった割合や生まれた赤ちゃんが早産や低体重だった割合は、新型コロナウイルスが感染拡大する以前の出産で報告されていた割合と差がありませんでした。デマ3、遺伝情報書き換え。ワクチンを打つと体内に長期間成分が残り、遺伝情報が書き換えられるという誤った情報もあります。現在、日本国内で接種が行われているファイザーとモデルナのメッセンジャー RNA ワクチンについて、厚生労働省はウェブサイトで注射するメッセンジャー RNA は短期間で分解され、人の遺伝情報に組み込まれるものではないとして、遺伝情報が書き換えられるという情報を否定しています。デマ4、接種によって感染。ワクチンによって高齢者が新型コロナに感染し、高齢者施設で相次いで亡くなったという誤った情報も見られました。接種が行われているワクチンにはウイルスそのものが含まれておらず、ワクチンから新型コロナウイルスに感染することはありません。厚生労働省は、ワクチン接種の原因で何らかの病気による死亡者が増えるという知見は得られていませんとしています。厚生労働省は、国に報告されるワクチンを接種した後に死亡したケースについて、ワクチンの接種とは無関係に発生するものを含むにもかかわらず、SNS などでは、接種を原因とする死亡と広がっているケースがあるとして注意を促しています。デマ5、ワクチンにマイクロチップ。ワクチンにマイクロチップが入っていて、人々を管理するという陰謀論も SNS などで出ています。ワクチンの成分は、厚生労働省やアメリカの FDA、医薬食品局など、各国の保健当局や会社のウェブサイトでも公開されていて、マイクロチップが含まれていないことは明らかです。デマ6、磁石にくっつく。ワクチンを打つと磁石がくっつくようになるというデマも SNS で出ています。アメリカの CDC 疾病対策センターはウェブサイトで、ワクチンには磁気を帯びさせるような物質は含まれていないと明確に否定しています。SNS 企業側も
一定の対応は進めています。アメリカ Facebook は、保健当局などが否定した情報は削除するとし、アメリカ Twitter も誤解を招く投稿はリツイート、転載やいいねの返答をできないようにしました。ただ、真偽不明な投稿をすべて削除しているわけではありません。Facebook のような民間企業が真実の裁定者であるべきでない Facebook 担当者として表現の自由とのバランスを考慮しているといいます。一部 SNS ではケネディ氏らのページが閉鎖されましたが、Facebook では投稿が容認されているのです。アメリカ政府は SNS への批判を強め、アメリカ、ジェン・プサキ大統領報道官は15日の記者会見で、有害な投稿の削除で、より迅速に行動する必要があると、一層の対策を求めました。国立精神神経医療研究センターが2万6000人を対象に行った調査で、ワクチンを打ちたくないと答えた人の割合は 11.3% であることが分かりました。性別では男性より女性の方が、また年齢で見ると若い人ほど打ちたくないと答えた人の割合が多かったということです。では、打ちたくない理由は何なのか。最も多い7割の人が挙げたのは副反応が心配だから。次に、あまり効果があると思わないからが2割で続きました。自分は感染しない、重症化しないという理由は高齢者に比べて若者で多かったということです。元ライブドア堀江貴文氏やグリー田中義和氏などインターネット第一世代として活躍した西村博之氏はデマに惑わされないためにとして次のように語っています。事実やデータを探してみる。その癖を身につけ、それを元にした行動をするようにしよう。新型コロナウイルスの場合なら、専門家が出した接触感染するというはっきりしたデータがある。そこから導き出されるのは、満員電車のように人に触れざるを得ない場所には行かないということになる。しかし、世の中には調べる労力を惜しむ人がいる。パソコンやスマホがあれば、調べるコストはほとんどゼロだ。調べる労力を惜しんでいないか。ぜひ一度、自分の考え方の癖を見直してみよう。もちろん誰にでもワクチンを接種しない権利はあり、個人個人が自らの意思で判断すべきことです。しかし、科学や事実に基づかない誤った情報や恐怖心を煽る情報に左右されてしまう人が多くいることも事実なのです。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。きちんと情報を調べてワクチンを接種しようと考えている人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。